どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日3年ぶりの台湾旅行に1泊2日の弾丸スケジュールで行ってきまして、その模様はね Vlog でもご覧いただけますが、動画のコメントで台湾旅行に関する質問をね結構いろいろいただきましたので、あとね YouTube のコミュニティとかインスタにも質問いただきましたので、今日はいただいた質問にまとめて回答していきたいと思います。2022年10月13日に台湾の入国制限が解除され、3年前のように台湾旅行ができるようになりましたが、実際台湾旅行してみてスムーズに入国帰国ができたのか、今回の旅はいくらぐらいかかったのか、3年前と何が変わっていたか、台湾の現状の様子、あとね旅行中こたつはどうしていたのかなどね、いろいろ質問いただきましたので答えていきたいと思います。あともしこの動画を見てもわからないことなどありましたらコメントでね気軽に質問ください。はい、そういったわけで質問にお答えしていきますが、まずね皆さん気になってるなっていう風に感じたのがやっぱり入国帰国のルールですよね。このあたりいろいろ質問いただいたので現状を説明していきます。僕が台湾に行ったのが2022年11月の12日からでしたが、そこからね12月現在では大きな変更点はないようなので、当時の状況でお答えします。詳しいルールとかはね検索すれば出てくるんですが、これがね結構ややこしくて情報が分散していてまとまっていないんですよね。なのでこれがね結構いろいろ誤解を生んだりとか、誤情報を生んだりとか、いろんな解釈をしてしまってる人がいたとかね、そういった理由になってるんだと思うんですけども、なので一応この動画の概要欄にも日本と台湾の省庁の公式ページをねリンク貼っておきましたので、詳しく正しい情報はそちらでご確認ください。どこかの YouTuber がやっていたからそれが正しいとかね、そういった方の解釈をね受け取ってそのまま行動してしまって違反してしまうなんてことがないように気をつけてください。そういったわけでこの動画では実際に入国とか帰国の流れはどうだったかっていうお話をしていきたいと思います。まず入国帰国のルールからお話ししていきますが、今回も僕はタイガーエアで行きましたが、結論から言うと入国までは3年前とほぼ変わらずで、入国後、あと帰国後、ここにね少し変更点がありました。まず入国に必要なものからお話ししますと、これは3年前と変わらずパスポートだけでした。2022年10月13日から台湾入国制限が解除されて、これによってビザも免除されてワクチン接種証明も不要になりました。あと陰性証明も不要になりました。さらに台湾入国後の隔離もね不要になりました。実際にどんな流れだったかっていうのを羽田空港から時系列で説明していきますと、まずチェックイン、これはチェックインカウンターでパスポートを見せればチケットがもらえます。他にね何か掲示を求められることはなかったです。続いて荷物検査と出国審査、荷物検査も出国審査も特に変わりなく見せるのもパスポートだけでした。これもね変わらずですね。搭乗する時もパスポートを見せるだけ。ちなみにこの日の機内は搭乗率7割ぐらいでした。で中でも台湾に帰国される方が多い印象で、僕みたいに日本から台湾に観光で行く人の数っていうのはね結構その時は少なく見えました。でタイガーエア乗って約 3.5 時間で台湾桃園空港に到着します。到着後も入国まではねとてもスムーズでした。飛行機を降りてすぐにグリーンのカードをもらえますが、これは豚コレラの検疫に関するカードです。新型コロナにはね関係ないカードですね。こちらは入国審査の前に回収されます。あと次、ここだけ3年前の入国時とちょっと変わるんですけども、空港の通路でこういったね抗原検査キット4回分セットが配られます。2歳以上の旅客全員に配られます。無料配布です。この使い道は後ほど説明します。で抗原検査キットを受け取るときに特に説明はその場では受けませんが、こういった自主貿易機関のルールや注意事項に関するサイトにつながる QR コードが記載された紙をもらえますので、ここ日本語の QR とかありますけど、詳しくはここからね確認することができます。空港の通路の至るところに看板も設けられていて、ちゃんと読んでくださいねというふうにね促されていました。そういったわけで入国時もそんなにねその抗原検査キットとこの注意事項の紙をもらう以外は大きな違いはなかったです。ちなみに床がピカピカで有名な桃園空港ですが、3年ぶりに来ても床はピカピカでした。いつも清掃してくださってるスタッフの皆さんありがとうございます。次に入国審査ですが、入国審査の時もパスポート以外に見せるものはなかったです。で余談ですが、僕は2019年に台湾乗客証というねこういった書類を発行していたので、入国審査の時にも優先レーンから入ることができました。この乗客証というのは台湾に1年以内に3回以上行くとオンラインで自分でね発行することができる常連の証みたいなものなんですけども、この発行後有効期間がこれね実は1年なんですよね。なので本来であれば2020年に失効していました。ただコロナ禍があったので再発行すれば2022
2022年年末まで効力延長できますよというアナウンスがあったので、僕も再発行してこちらをね持っていきました。そんな感じで入国まではね非常にスムーズ、肩透かしを感じるほど3年前とね変わらない入国ができました。ただし入国してからは変更点があります。台湾入国後は0プラス7、入国後の隔離期間は0日ですが、自主防疫期間が7日間あるということですね。自主防疫というのは自主健康管理という意味ですね。自主防疫期間中の主なルールはこんな感じです。入国後の PCR 検査も不要です。ただ入国後0から1日目以内に先ほど空港で配られた簡易抗原検査キットによる検査は必要です。また自主防疫期間中に外出したい場合も2日以内の抗原検査キットによる陰性結果が必要です。2日以内の陰性結果が必要ということなので、これ言い換えれば陰性結果が出てから2日間は外出できるということですね。でもし陽性になってしまったら、今現在のルールでは5日間プラス N 日の隔離が必要になります。5日間の隔離後、抗原検査で陰性結果が出れば帰国できるという形です。僕の場合は今回1泊2日だったので1回だけ検査すればよかったんですけど、長期間ね滞在する場合は自主防疫期間の7日間の間は定期的に検査が必要なので先ほど4セット配られたわけですね。ちなみに自主防疫期間は7日間ですが、陰性なら期間中に帰国もできます。現にね僕が台湾1泊2日で帰ってこられてますので、そういった風にね7日間必ずいなければいけないというわけではないので、短期滞在をしようと思っている方もね安心してください。で、僕の場合は8時頃に台湾に入国したんですけど、ホテルのチェックインまでね結構時間もあったので、この間に外出してご飯を食べに行ったりしたかったので、空港でねこの抗原検査は僕はしました。これね結構迷ったんですけど、空港でやっていいのかねちょっと迷ったんですけども、特にここで検査しなさいとかここで検査をしてはダメですという風なねレギュレーションはなかったので、万が一陽性だったのに外出してしまう方がねよほど迷惑をかけてしまうと思ったので、空港内の隅の方で検査しました。実際検査した模様なんかもね Vlog で収めましたけど、結果はね無事陰性だったので、すぐに MRT に乗って台北まで行って美味しい朝ごはんを食べました。あと自主防疫期間でよく話題になるのが宿泊施設の件ですね。入国後7日間の自主防疫期間中は原則1人1室、独立のバストイレのある宿泊施設に滞在しないといけません。なので共同バスルームがついているドミトリーとかはね、安くていいですけど、ああいうところはねこの期間中はダメということですね。ただ例外として同一旅程で旅行している同伴者と同室宿泊っていうのは可能です。なので家族とか同室で OK ってことですね。ご安心ください。はい、ここまでが入国の流れです。このね抗原検査キットと自主防疫期間のルール以外は3年前と変わらずですね。で、このあたりいくつか質問いただいてますので回答していこうと思います。はい、まずはこちらですね。陽性になった場合の流れ、きみまろさんは想定に入れてから旅行行きましたかという質問です。ありがとうございます。これはねもう陽性になったらもちろん従うしかないので、もしね空港で陽性が発覚したら、あとはね体調が著しく悪くなったと感じたら空港の検疫職員に伝えて判断を仰ぐ予定でした。それによってね帰国タイミングが遅れたりもすると思いますが、もうこれはね受け入れるしかないですよね。ただ僕はねそれが怖かったので、出発前直前にですね自宅で抗原検査をしておきました。とはいえ飛行機乗ってる間にかかってしまったりしたらね意味がないんですけども、多少ね安心感は高まりました。続いての質問、空港でもらった検査キットはどこかに提出するんですかという質問です。こちらは提出は一切しません。検査結果が出たデバイスに名前と日付を書いて写真で撮っておいて、使った検査キットは付属の袋に入れて廃棄します。ただね僕も写真撮っておいたんですけども、この撮った写真、検査結果もどこかでね掲示するということはね求められなかったです。どこでも見せてとは言われなかったです。これね捉え方によっては、じゃあバレることもないし陽性でも外出できちゃうじゃんとね思う方もいるかもしれませんが、良くない考え方をすれば確かにそうなんですけども、逆に言えば台湾の方々からしたら、今ここにいるということはこの外国人は陰性なんだなとねちゃんと安心してくれてるということだと思うので、間違っても陽性を隠して外出するなんてことはねしないようにしましょう。はい、続いての質問、マイナンバーは日本の空港で必要でしたか？
マイナンバーはどこでも掲示は必要ありません。マイナンバーは全然旅行に関係ないですね。続いての質問。出入国にあたってウェブ上でする手続きはありましたか？これはいくつかあるんですけども、出発前に僕が手続きしたのは台湾のオンライン入国カードの登録と、あとは大事なのがビジットウェブジャパンのファストトラック登録です。でまずオンライン入国カードは、これはね以前からありましたけど、飛行機内で配られる紙あるじゃないですか。あれを事前にオンラインで登録しておけるというもので、僕はね事前にやっておきました。そうするとね、入国審査でカード提出を求められた時にオンラインと伝えればねパスできますので、飛行機の中で書いたりとかね、空港に着いてから書いたりとか、そういう必要がないですね。続いて大事なのがビジットウェブジャパンへのファストトラック登録。これは帰国時に必要なんですけど、ここもね3年前と違うところですね。そういった帰国時に必要なものについて詳しく説明していきます。帰国に必要なものですけども、台湾出国時と日本帰国時にビジットジャパンウェブでファストトラック検疫手続き登録した内容の審査結果の掲示が求められました。このビジットジャパンウェブというのは、日本入国時に必要な検疫入国審査、税関申告などを事前登録するウェブサービスで、アカウントを作成して旅程とかパスポート情報なんかを入力するんですが、ここでワクチン接種証明書情報や陰性証明情報も入力します。ワクチンを3回以上接種している方はその証明書の情報を、またワクチンを2回以下しか接種していない方は72時間以内の検査の陰性証明を登録して審査を待ちます。これね審査が必要なんですけども、帰国の搭乗便の到着予定時刻の6時間前までに申請していれば入国までにね審査完了はしてもらえます。でもね前日ぐらいまでにやれるならやっておいた方がいいですね。こちら審査が通ればビジットジャパンウェブのね画面が青色になるんですが、台湾の桃園空港では出国時にこの青い画面の掲示を求められて、で日本帰国時にはこの青い画面とそこに掲載されている QR コード、これの掲示が求められました。オンラインで登録したのに目視されていたんでね、オンラインって何なんだろうってちょっと思ったりもしたんですけど、最終的にはね QR コードで係の人がね朝からこうチェックしてくれるっていう風なね流れがありました。でこれ申請内容に不備がある場合は画面が赤色とか、あとは黄色になって帰国ができなくなってしまいます。なので青色になった状態で帰国ができるということですね。で僕はワクチン3回接種していたので、ここはねとてもスムーズにいきましたね。これワクチン接種が2回以下の場合は72時間以内の PCR 検査か定量の抗原検査結果による陰性証明書が必要なので、一気にね面倒になりますね。空港で配られた簡易抗原検査キットはあれはね定性検査というものになるので、あれで陰性結果が出ても証明書はね発行されないので、これはね無効になってしまうので、ちゃんとね PCR 検査か定量の抗原検査の証明書が必要になりますので、このあたりねご注意ください。はい、日本から台湾の入国帰国のねルールはこんな感じです。もしねわからないことあれば質問ください。続いての質問、これもね今回お問い合わせ多かったですね。今回の旅行ではいくら使いましたかという質問です。お金どれくらい使ったかという話ですけども、総額はこんな感じです。11万7715円。一部ねタクシー代とか記録全部してなかったんで不明なところもありますが、だいたいこんな感じです。パッと見た感じね、台湾旅行ってこんなにお金かかるっけというね感想を持つ方がね多いんじゃないかなと思うんですけど、今回ねこれぐらいかかりました。こちらね内訳説明していきます。まずね一番かかったのがこれですね、航空券。タイガーエアの羽田空港桃園空港の航空券でこれ受託手荷物 20kg のオプションをつけたんですけども、これは数千円というところなので、それをつけまして往復で59,751円でした。これ3年前は24,000円ぐらいでね往復行って帰ってこれたので 2.5 倍ですね。ここが噂には聞いていましたが、跳ね上がってました。今回の旅のね使ったお金の半分はここですからね。はい、この先ねこれが少しずつ安くなっていくのかどうかというところではあるんですけども、今回行ったのが土日ということで週末だったっていうのもあるのかもしれないですけど、結構ね高かったですね。11月12日の朝4時ぐらいの便から11月13日の台湾時間で24時、この往復、これで59,751円でした。あとは宿泊費ですね。今回は初めてねシティスイーツ台北南市というところに泊まりまし
した大きいベッド1つついてますけど、こちらスタンダードルーム2泊泊まって4750元ということで、日本円に換算すると約21,850円でした。換算レートは 4.6 円で計算しています。今回もね土日宿泊だったので平日よりはね高めだと思うんですけど、これね相場感は3年前とねそんなに変わってないんじゃないかなっていう気がします。3年前の宿泊費ね細かくちょっと調べてないんでわかんないんですけど、そんなにね相場変わんないんじゃないかなと思います。また今回はね1泊2日なので本当はね1泊だけ取ればよかったんですけども、2日目のね夜9時ぐらいまで部屋はね使いたかったので、ちょっともったいないんですけど2泊ね取りました。あとは SIM カードですね。これは中華電信の SIM カードで、中華電信はね結構台湾の中でも大手のキャリアなんですが、ここの5日間プラン 4G インターネット使い放題と通話料50ニュー台湾ドル分がね含まれたもの、こちらが300元でしたね。日本円にすると約1380円。これ3日間プランと同額で5日間プランが選べたので、今回はね5日間プランにしています。正直3日間でも良かったんですけど、万が一をね考えて5日間プランの方を選びました。 SIM フリーの iPhone とかね持っていけばすぐにその場でセッティングしてくれたのでね、 SIM カードのセットもすごいサクサクやっていただきましたし、あとね通信も非常に安定していましたね。中華電信の通信非常に安定していると思いました。通信速度もねそれなりに速かったので。はい、あと使ったお金は電車賃ですね。これが464元、こちら日本円にすると約2134円で、電車は一番長距離乗ったのが台湾の桃園エアポート MRT で、桃園空港から台北駅までで、これが150元ですね。700円ぐらいで、長距離も乗りましたが、市内でもね何回か使いましたが、市内だとねだいたい20元から乗れるので、数駅移動するぐらいだったらね40元ぐらいあればね行けるから、もう200円ぐらいですよね。めちゃめちゃ安いですよね。なので結構ね台湾の交通手段として電車っていうのがねかなり安く上がるんじゃないかなと思います。電車は全部ねヨーヨーカ、日本のねスイカみたいなカード、これでね入れるので、一応これもねヨーヨーカの利用履歴をね見てチェックしましたが、全部で464元使っていました。あと移動に使ったのがタクシーですね。これがね全履歴は調べてないんですけど、だいたいね2400元ぐらい使いましたね。約1万1040円ですね。台北市内のタクシーはねさっき言った通り何度か使ったんですけど、ちゃんと記録をしていなくて、でもね初乗りが70元とかなので、これもね300円ぐらいですよね。で市内だったら100元から200元ぐらいでねあちこち行けると思うので、1000円もあればね行きたいところ行けるっていう感じですね。あとランタンを上げに行った10分シーフェンですね。これはルイファンという駅から10分までね移動するんですけど、これもねタクシー使ったんですけど、ここはね定額で545元とねもともと書いてあるので、その通り支払えば連れて行っていただけます。で帰りは10分から本当はねルイファンまで戻って、そこから電車で帰ろうと思ったんですけど、ちょっと疲れたのでそのままねタクシーで10分から台北市内の龍山寺というところまでね送っていただいたんですけど、これもね50キロぐらいの距離あるんですが、しかもね有料道路も使っているんですが、1時間ぐらいで1455元で送っていただきました。これ日本円に換算すると約6693円なので、結構これもね安いですよね。多分ね日本で千葉とかから築地とかまでねなんとなく雰囲気に似てるんで、千葉から築地までねタクシー使ったら多分ね2万円ぐらいかかると思うんですよね。それが6000円台で送っていただけるということで、なのでね台湾での移動手段でねタクシーはねおすすめです。あとはね食費ですね。食費が合計で1992元、日本円にして9163円ぐらいですね使いました。今回飲み食いしたものはね全て Vlog で紹介していますが、ちゃんとね値段も記載してますが、全体的にね見ていただけると分かると思うんですけど、日本に比べるとねやっぱり安いですよね。一番高かったのが4貫乳ローメンっていうね、4カージェイっていう栄光街というところで食べた乳ローメン、牛肉麺なんですけど、これが280元で、これだけね1288円ぐらいするんですけども、他はねだいたいお茶碗1杯ルーローハンとかねそういうやつも30元ぐらいとかでいただけるので、全体的にやっぱ安いですね。本当ね特に夜市なんかはこんなに美味しいのにこの価格でいいのってねびっくりするぐらいの安さでいただけます。円安の影響で以前よりね円換算したらちょっとね高くなっていますが、もともとがね安すぎたので今でもね十分安く感じると思います。なので台湾行ったらやっぱりね食の旅、これがねベストですよね。であとはカルフールでお土産をいろいろ買いました。カルフールっていうのは大型スーパーですね。これはほんとスーパーで買える普通の食材から、あとお土産らしいね台湾の有名なパイナップルケーキとか、こういうのはねちょっと高かったりするので、総額で2495元、日本円にすると約ね1万1477円ということで、ここはね結構使いましたね。あと使ったお金は
そうだ、10分ですね。シーフェンでランタンあげた時のこのランタン代、これが色の数によって値段ちょっと変わるんですけど、僕がね選んだのが4色4面に願い事をかけるというもので、これがね200元、日本円すると920円ぐらいですね。こちら選びました。はい、そういった感じで総額はね約12万ぐらいですね。これぐらいになりました。なので、飛行機代、ホテル代をいかに安く抑えるかというところで、旅行でね、使うお金変わってくるかなってところですね。参考にしていただければと思います。このあたりでもいろいろ質問いただいているので、ちょっと回答していきたいと思います。まずこちら、台湾では現金をメインに支払いで使われましたかという質問です。ありがとうございます。まず、電車とかコンビニは、悠々カード、ヨーヨーカーをね、使いましたが、あとはね、基本現金支払いしましたね。多分、悠々カードが使えるお店も多かったと思うんですけど、悠々カードを使えますかっていうね、会話を僕覚えていなかったので、中国語を覚えていなかったので、使えない時にね、返答されても使えないよって言われてるのか、なんて言われてるのかわからなそうだったんで、レジでね、焦るのも嫌だったので、今回は確実に使えるって書いてあるところだけでね、使うようにしました。あと、スーパーのカルフールでたくさん購入した時は、ビザカードで支払いました。大型スーパーなんでね、クレジットカードとかは使えます。あと、台湾のね、やっぱり楽しみとしては、夜市とかあると思うんですけど、夜市はね、やっぱりカードとか使えないと思うので、基本現金支払いといった形なので、いずれにしてもね、完全キャッシュレスで決済するっていうのはね、ちょっと難しいかなと思います。はい、続いての質問。航空券やね、ホテルの予約についての質問もいただきました。いつも台湾のチケットを買うときって、エアトリのように飛行機とホテルセットで取ってますか？それとも別々でしょうか？おすすめのサイトや安く抑えるコツがあれば聞きたいです。で、似たような質問で、ホテルはどのように手配しているのか、何かおすすめのサイトがあれば教えてほしいですというのもいただきました。ありがとうございます。これ僕以前はエクスペディアで航空券とホテルのパックメニューを購入して、ちょっとね、割引パックみたいなやつをね、購入したりしていたんですけど、このね、観光が再開してから LCC とかだと結構ね、欠航してしまったりとか、なんか添乗員さんが足りなくて欠航したみたいな話とかも聞いたりしていて、そういった時に間に入っているサイトとかがあると、どこが対応するのかっていうので結構たらい回しにされたみたいな話を聞いたりしたので、そういうね、航空会社側の都合で欠航した時とかにサポート体制が不安定そうだったので、ちょっとそれが怖かったので、今回はね、航空券はちゃんと直接タイガーエアのサイトで取って、ホテルもシティスイーツナンシーで直接ね、予約しました。またしばらくすればね、エクスペディアとかもサポートが安定してきて、安心して格安チケットの予約とかね、できると思うので、旅費を抑えるならばそれまで待つのもありかもしれないですね。続いての質問ですが、台湾の街の様子についての質問などもいただいているのでお答えしていきたいと思います。まずマスク状況について知りたいですという質問をいただきました。あとこちらも似た質問で、日本はマスク社会ですが台湾はどんな感じなのか気になります。見た感じ観光客に対して受け入れてる感じではありましたねというふうにね、コメントいただきました。これはね、僕の Vlog を見てコメントいただいてるんですけど、その動画の中でね、僕と台湾の方のコミュニケーションを見ていて、受け入れていただいてるというふうにね、捉えていただいたんだろうと思うんですけど、本当そうですね、日本人というふうに伝えても快くね、受け入れてくれてる感じはあちこちで感じましたね。で、このマスクの話ですけども、僕が行った11月12日の時点では、屋内はもちろん屋外でもマスク着用が義務付けられていたので、僕もマスクしていましたし、街の方もね、ほとんど本当ね、95% ぐらいの方はね、ちゃんとマスクしていましたね。ただ、台湾も12月1日から屋外でのマスク着用義務は撤廃されたそうです。でもね、まだ屋内はこれまで通り常時着用。でも飲食とかその他いくつかの例外の時とかは外していいというね、ルールらしいので、旅行される方はその時のマスク着用ルールをちゃんと確認してから行動しましょう。このあたりで似たような質問もう一ついただいていて、台湾の人たちの現在の感染に対する意識は日本と比べてどうだったのか教えてくださいという質問です。で、マスク着用に関してはさっき言った感じなんですが、街の中とかね、公共交通機関や飲食店とかはね、日本とそんなに変わらないような感染対策意識という風にね、感じました。ガチガチに感染対策意識が高いという感じではね、なかったです。それでもね、もちろん皆さん配慮はしてるという感じはもちろんありました。はい、続いての質問です。僕は2017年に行って以来なので、シンプルにコロナ禍の前と後でいろいろな違いを知りたいですという質問をいただきました。はい、こちらですけど、まず感じたのは、ランタンを上げたシーフェンみたい10分みたいな、ああいう観光地はね、人が少ないですね。2019年の10分の動画っていうのを僕公開していますけど、その時はね、数えられないぐらいのね、数のランタンがわーっとね、飛んでいたんですけど、今回は1時間ぐらいの滞在で全部でね、10個飛んでいたかなぐらいですかね。結構少なかったです。
あと千と千尋の神隠しのね舞台となったとも言われている有名な9分とか、僕今回はね時間なくて行けなかったですけど、その9分とかも観光客はねやっぱまだ少ないみたいなので、提灯の絶景をね綺麗に写真に収めるなら今がチャンスかもしれないですね。観光地はそういった感じで以前よりは人が少ないというのが印象としてありましたけど、あと市内だったら飲食店とかですね、飲食店にアクリル板とかがあるとか、入り口に消毒液があるとか、そういうのはねもちろん2019年以前とはねちょっと変わっていたんですけど、この変化は日本の変化とねそんな変わらない感じで、それ以外にね大きく雰囲気だったり何か違いがあるなっていうのはね正直あまり感じなかったです。続いての質問です。台湾の方たちの旅行者への反応はどうでしたか？歓迎ムードというね質問いただきました。これはね先ほどもちょっと言いましたけど、感覚的には以前と変わらず非常にね友好的でした。これはね安心しましたね。特にやっと来てくれたありがとうみたいなね大歓迎ムードとまではいかないですけども、少なくともネガティブな感じはしませんでした。日本人ですかと聞かれるケースはね、前回よりちょっと多かったような気もしたんですけど、だけど日本人だってことを伝えると、おはようございますとかね、こんにちはとか、ありがとうございますみたいなね日本語で話しかけてくれたり、あの店は行ったかとかね、ここの店は美味しいよとかね、この観光地行った方がいいよとかね、親切にいろいろ教えてくれるタクシー運転手さんとかもねいました。なので少なくとも日本人が来たとかね、観光客が来てしまったみたいにね警戒するような感じは全然なかったですし、この点も2019年以前とねほとんど変わらなかったです。あとね、この台湾現地での話ではないんですけども、何よりこの今回の台湾 Vlog を公開した時のコメント欄で、たくさんの台湾の方から大歓迎とかね、来てくれてありがとうとか、また来てねといったねコメントをたくさんいただいたので安心しました。本当ね、台湾の方々優しいですよね。なので近々ねまた台湾行きたいと思いますので、その際はねよろしくお願いいたします。はい、コロナ禍の前と比較した台湾の現状はねこんな感じですかね。他にも台湾旅行についていろいろ質問いただきましたので、これらまとめて回答していこうと思います。はい、まずこちら。日本語しか話せないけど大丈夫ですか？みたいな質問で、台湾って言語環境はどうなってるのでしょうか？軽くでも中国語話せないと難しいですかね？あと飲食店の衛生面とかも気になりますという質問いただきました。まず現地での会話の話ですけども、多分日本語しか話せなくてもどうにかはなります。どうにかなると思いますが、最低限10個ぐらいの中国語が理解できると楽だと思います。僕が多用することが多かったなと思ったのは、まずこれですね。ありがとうですね。シェイシェイとかシェイシェイにとかですね。あとははいいいえ、シーとプーシーですね。あとお店とかに入った時にすいませんって言うと思うんですけど、これですね。プーハオイス。あとね、何人ですかって聞かれた時にね、一人ですっていう時のね、イーウェイですね。これ指差しすれば大体分かってもらえますね。あと飲食店で大体聞かれるのが、ネイヨン、ワイタイ。お店で食べる時はネイヨン。テイクアウトする時はワイタイですね。あと、いる、いらない。これ結構ね、使う時ありますね。いる時はヤオ。いらない時はプーヤオという風に使います。これはね、例えば料理で辛くしますかとか、あとはね、パクチー入れますか、シャンツァイ入れますかみたいに言われた時に、回答する時にね、ヤオとかプーヤオ使います。なので僕はね、パクチー好きなので、ヤオなんですけども、パクチーが苦手な方は必ずね、プーヤオシャンツァイ。この言葉覚えておいた方がいいと思います。パクチーいらないって意味ですね。あとは、チンゲーブをなんとかですね。これは何々くださいですね。コンビニで袋くださいとか、チンゲイブを大豆だったかな。そういう風な使い方をするので、何々くださいとかっていうのは、覚えておくといいと思います。あと、多少钱。これはいくらですかですね。あと、タクシーに乗った時に使う、ここまでお願いしますってやつですね。我想要去どこどこってやつですね。我想要去ディフォアジェとか、なんかそういう感じです。すいません。発音合ってるかわからないんですけど、どうにかこれぐらいの発音で伝わってはいたので、もっと正しい発音ちゃんとあると思うんですけど、これぐらい10個ぐらい覚えておくと結構ね助かると思います。飲食店とかね、こう指差しでもなんとかなる店が多いです。観光客が集まる地域の飲食店とかはね、日本語メニューがある店も多いですし、ただ地元の方が多い夜市とかの屋台なんかは中国語こう反対文字のねメニューしかないところも多いかもしれないですね。なので食べたいものとかがあったら事前でこう漢字をねメモっておいたり、あとはね写真をスクショとかしといてね見せられるようにしておくと、これ食べたいですって言えばそれをね出していただけるので注文しやすいと思います。
あと最後のね衛生面が気になりますって話だったんですけど、衛生面は、人によって感じ方いろいろあるかなと思うんですけど、路面とかにね店舗を構えた飲食店であれば日本とね正直そんな変わらない店が多いんじゃないかなと思います。チェーン店はねそれなりに衛生的ですし、個人経営店みたいなところは、日本の町中華みたいな感じですよね。あと屋台も日本の屋台とそんな変わらないんじゃないかなとは思います。こうね洗い場とか食器を洗うところとかそういうのがね表にオープンになっているから、ちょっとね日本人からすると不衛生に見える時もあるかもしれないんですけど、日本もね見せてないだけでバックヤードそんな綺麗かって言われたらね結構汚い店とかもありますからね。なのでちょっと個人の感想になっちゃうかもしれないですけど、衛生面ではそこまでね不衛生という風に感じることはなかったですね。あと僕は一度も台湾のご飯でお腹を壊したことがないです。なのでね衛生面もそんな気にしなくていいんじゃないかなと思います。はい、続いての質問。初めての海外一人旅でも怖くないですかという質問です。こちら何をもってね怖いっていうかってとこもありますが、台湾は比較的治安もいいと思うので怖くない方だと思います。特にね僕危険な目にあったことは一度もないです。あと周りでも危険な目にあったって話は聞いたことないですね。はい、続いて台湾に行くと必ず買って帰るお土産などありましたら教えてください。雑貨食べ物何でもいいです。ありがとうございます。お土産はですね実家とか会社とか友達に配る用と自分用もねいろいろお土産買ってくるんですけど、配る用だとベタですけどパイナップルケーキ、これがやっぱり喜ばれますね。ちなみにねサニーヒルズっていうすごい有名なパイナップルケーキがあるんですけど、これはね僕は買ってきません。なぜなら東京の南青山にもあるので、僕だったらねちょっと行けば買えちゃったりするので、同じパイナップルケーキでもどうせ買うんだったら台湾現地にしか売ってないものっていうのをね買うようにしています。あとは実家にはいつもねガチョウのネギ油というのを買っていきます。ご飯にねかけたりしても美味しいやつなんですけど、本当に日本ではあまり見ないので買って帰るとね喜ばれます。あと自分用には台湾の調味料とか台湾にしかないお菓子とかをね買って帰ってきてますね。続いての質問。寄ったお店がどこにあるか詳しく教えてほしいです。今回ねいろんなところ行きましたが、これね Google マップで調べた方がね早いと思います。ここですって言われてもね道案内してもわからないと思うので、 Google マップでお店の名前を入力して、この辺にあるのかって言ってそれでピン止めした方がね早いと思うので、ちょっとお手数ですけど調べてみてください。はい、続いての質問。行こうとしていたお店で残念ながら閉店してしまっていたところはありましたかという質問です。これは今回はねなかったです。 Google マップの店舗情報をよく見て、何曜日が休みとか営業時間もねちゃんと調べていったので、行った時にお店が潰れているということもなかったですし、営業時間外ということもねなかったです。ちゃんと行きたいところは営業時間に行けました。はい、続いての質問。このこたつは旅行中どうしていたのという質問ですね。これはね結構質問いただくこと多いんですけど、うちね実家が結構近いところにありまして、実家から母親とね妹がうちに来てこたつのね世話をしてくれています。だいたいね僕が1日2日空けるときはそうなんですけども、こたつも安心して世話されてるので、心配してくださってる方もねいらっしゃったかと思うんですけど、ご安心ください。はい、今回いただいた質問はだいたいこんなところですかね。他にもね台湾 Vlog のコメントの方でいろいろ質問もいただきましたが、それらはねコメントに直接返信して回答していますので、今日お話しした以外で気になることがあればね台湾 Vlog のコメントを読み返していただくか、それでもね解決しない質問があればこの動画にね遠慮なく質問コメントを残していってください。コメントで回答させていただきます。はい、そういったわけで今日は2022年12月現在の台湾旅行に関する Q&A をお届けしました。またね年が明けたら台湾に旅行に行っていろいろ動画も撮っていきたいと思いますので、台湾に関する動画が気になる方はねよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。